コインスルーお財布バッグの作り方です。前回のコインスルー財布でリクエストが多かったので、便利なお財布バッグを作ってみました。お札も折らずにゆったりめに入って、下からコインだけ取り出せます。内側にはカードポケットが3つついていて、こちらの反対側にも深めのポケットが2つついています。底はマチ付きなので、フェイスタオルを入れてもこんな感じでまだ入るサイズです。スマホも縦に入れることができます。外側にももう一つポケットをつけていて、大きめのポケットです。出来上がりサイズは横が23センチで縦が19センチ、底の長さは18センチぐらいです。材料はこちらです。表側の財布部分が横が25センチで縦が6センチ、20センチ、13センチ、5センチにカットします。表布の裏ポケット側が 25×50 センチ、内側のポケットが横25センチで縦が38センチのものと50センチ、お財布部分の裏布が 25×21 センチ1枚です。これはなるべく薄い生地を用意します。30センチファスナーが3本とタブが 4×4 センチ2枚、1.5 センチ幅の D カン、ホックは1組です。今回分かりやすいようにファスナーの色を変えましたが、同じ色で大丈夫です。ロングファスナーを切って使っても良いです。お財布側の2つのファスナーの面から縫います。25×6 センチの布を内側に半分に折ってアイロンをかけます。ファスナーを挟んで縫います。表向きに開けて挟んで 5mm の縫い代で縫います。開いて折り返して端ミシンをかけます。端を合わせて横に引くようにして縫います。押さえて縫ったらまた少し先を合わせて引いてこのように端を縫っていきます。次に 25×20 センチの布を半分に折って同じようにファスナーに挟んで縫います。ここがお札入れになります。ファスナーを閉じて端に印をつけて挟みます。同じように 5mm の縫い代で縫って表に返して端ミシンをかけます。
下にファスナーをつけます。ファスナーを今回は裏向けて開きます。端を合わせてクリップで留めます。ここの向きを間違えやすいので注意します。必ず表同士が合うように合わせます。スライダーは下になっています。これを反対側の布と合わせてクリップを留め替えて5ミリの縫い代で縫います。表に返して一度ファスナーの向きが合ってるかチェックします。正しくついていたら引っ張って端ミシンをかけます。この下に13センチの布を半分に折ってつなぎます。半分に折ってファスナーを挟みます。ファスナーがねじれないように注意して挟みます。5ミリの縫い代で縫って表に返して端ミシンをかけます。25×21 センチの財布の裏用の布の上に重ねて留めます。下は少し余るようにしてあるので上端を合わせて周りをクリップで留めます。下布の余りを合わせて切り揃えます。周りを5ミリの縫い代で縫います。このように開けると下布がある状態になっています。上の縫い目の少し上を切り揃えます。ファスナーをつけるので端が揃うように切ります。縫い目の少し上です。下のファスナーの上にお札止めの印をつけます。端から8センチ。印から内側に1センチ縫っておきます。縫い目の上あたりです。
ファスナーは内側に入れて端を切ります。一番下にまち用の布をつなぎます。5センチの布を表が内側になるようにして1センチの縫い代で縫います。縫い代は上に倒して端ミシンをかけます。表側の長さを測ります。22.5 センチ。反対側の表側にポケットをつける時の参考にします。縦の長さは縫いつないでいくうちに個人差が出るので、自分の作ったものの長さを測ってメモしておきます。反対側のポケットを作ります。縦50センチの布の底から18センチに印をつけます。アイロンで折って端ミシンをかけます。上から5センチぐらいのところに今縫ったところを持っていって、長さが財布部分と同じ長さになるように調整します。上から3センチぐらい縫っておきます。端から5ミリぐらいのところを仮縫いします。内側のカードポケットを作ります。25×38 センチの布を使います。上端から20センチを折って端ミシンをかけます。上から20センチのところを折って縫いました。上端から4センチぐらいのところに今縫った端を合わせます。縦の長さを確認して表布と同じか少し短いくらいなら大丈夫です。アイロンを当ててカードの仕切りを縫います。今回は端から9センチずつに縦に縫います。もう1枚の裏ポケットは深めのポケットを作ります。表布と同じように下から18センチを折って縫ってから折り上げます。同じように上から5センチ空くぐらいに折り上げて、さっき作った裏布と長さが同じになるように揃えてアイロンを当ててから仕切りを縫います。
このまま大きなポケットでも良いですが、今回は端から10センチ縦に縫っておきます。真ん中は後でホックをつけるので、なるだけ真ん中に仕切りをつけるのはやめておきます。D カンを通すタブを縫います。1.5 センチ幅に折ってアイロンをかけてから両端を縫います。D カンに通して表布の左端から2センチのところに仮縫いしておきます。ポケットのついた方も端から2センチに印をつけて仮縫いします。ファスナーをつけます。ファスナーを裏返して端に合わせて留めます。上のファスナーは端が少し見えるくらいにして留めます。後で裏布を合わせるときに折り上げるので、留め具のところから端までファスナーの端を縫います。裏布のカードポケットの方を表同士合わせて留めます。ポケットの向きが間違えてないか確認します。縫い目の下を縫います。最後は裏側に折り上げて縫います。裏側に折って閉じて縫います。開いて表側だけ端ミシンをかけます。縫い代は表側に倒します。反対側にもつけます。ファスナーの端に印をつけます。ちょっと見えないので、今回は待ち針で印をつけてポケットの向きを確認して端を合わせて留めます。同じように端が少し見えるくらいに留めて、端から留め具のところまでファスナー端を縫います。もう一枚のポケットを向きを間違えないようにして表同士合わせて留めます。さっきと同じように縫い目の下を縫います。今度は縫い始めに
ファスナーの端があるので、裏側に折って縫い目の下を縫います。開いて、縫い代は表側に倒して端ミシンをかけます。ファスナーを内側に入れます。表同士と裏同士を合わせます。切り替えのところを合わせて、周りをクリップで留めます。裏布の底に10センチの返し口の印をつけます。返し口を開けて1センチの縫い代で1周縫います。ファスナーの硬いところは手前で留めて、手で回してミシンを送ります。縫い代を開いてアイロンを当てます。そこに5センチのまちを縫います。きれいに作りたいときは縫い目の横に 2.5×2.5 センチの四角を描いて斜めに線を伸ばします。裏も同じように描いて、ここを三角にするとまちが縫いやすくなります。横の線で合わせて左側に厚みがあってずれやすいのでゆっくりと縫います。この押さえが太くて縫いにくいときは4センチのまちにしても良いです。表と裏まちを縫ったら1センチ弱残して切り取ります。余分なファスナーはカットして返し口から表に返します。返し口を内側に寄って端ミシンをかけます。返し口のところから手を入れて表布の底をきれいに出します。裏布を中に入れて整えます。奥の方に押すようにして角を出して、入り口は当て布をしてアイロンを当てます。裏側の真ん中にホックをつけます。上端から 1.5 センチぐらいの真ん中につけます。
タオルなどちょっとふんわりしたものを中に入れて、裏側はポケットを一緒に留めないようにします。ストラップをつけたら出来上がりです。